要は中国がムカつくから言うて、そういう裁判を起こして、どんどん靖国神社に内閣総理大臣が参拝してはいけないということを、この人が判例で積み上げていかはったということです。この程度の知性レベルの人の言うことに、兵庫県民はかき回されてるわけですよ。アホがツイッターでこんなことを騒ぎ始めて、多分これ金動いてると思うんやけど、斉藤知事疑惑、中間報告でほぼ事実無根と認定。で、これ信じるわけですよ。こういうことで。おもちゃにされてんねん、兵庫県民。これはもう対人論証なんですけど、この幸見里穂ですが、デマ吐いたことで、俺に裁判で負けてます。明日がね、8月の15日で、例年のことでございますと言うてるんですが、僕は8月の15日になるまで体調がずっと悪いんですよ。なぜ夏になると調子を崩してぐちゃぐちゃになるかという話は、これまでもいろいろしてきたので、これ以上繰り返しません。が、例えば今日もね、もうちょっと全然ダメなんですよ。これ嘘やなしにほんまの話なんですけど、後で15分動画で話しますが、なんと今日朝日新聞、国内政治面ゼロですよ。いや、もちろん昨日の豪雨とか熊本地震とかの話はいっぱい載ってるんですけど、いわゆる国内の政治の話が載ってないんです。例えば読売新聞だと、日経新聞もそうですけども、公明党が沖縄で、自民党と一緒に選挙するとかって話とかね、公明党が統一地方選挙では自分の独自候補の応援しかしないとかね、創価学会の人は自民党の応援をするとかね、そういうことはちゃんと書いてあるんですよね。で、日経新聞でも同じくです。で、これ8月の14日でしょ。例えばビッグニュースで言うとね、自民党の三役が揃って今年は、靖国神社参拝するんですよ。政調会長と幹事長と総務会長の三役が揃って靖国神社に参拝するんですね。だからコバホークと鈴木さんと今総務会長誰だか忘れたもんだけど、3人で揃っていくんです。これビッグニュースですよ。で、高市早苗は内閣総理大臣就任前に、自分がもし内閣総理大臣になったら、靖国神社に参拝するってずっと言い続けてきたわけです。で、これ行くかどうかということも大問題です。で、そこを報道するということはとても重要なのね。いや、それは詩人としてどうなのか分かりませんけども、基本的にはどういうことかというと、報道されているベースだと、僕も昨日ちょっと夜人と話をしましたけれども、政府としては8月15日に高市早苗が参拝するという用意はしていないそうです。政府としては。ただ、当日の朝、すなわち土曜日の朝起きた時の高市さんの気分次第で行くか行かないか決まるという投げ捨てるようなコメントが政府側から出てます。だからさ、ある可能性はあるわけですよね。です。で、行くとしたらね、内閣総理大臣名義ではいけないんで、一国会議員あるいは自由民主党総裁という立場で行くんでしょう。で、ここの議論というのはとても重要で、靖国神社に内閣総理大臣が参拝してはいけない理由が、中国と韓国の反発のせいだとか言うてる偏差値の低い人間とか全員した方がいいでしょ。単純な話で。歴史観が問題だから参拝してはいけないと思い込んでるような気違いって、特に右側に多いだけど、そういう奴らって小豆島に集めて、上からツァーリーボンバーを落として蒸発させた方がええでしょ。関係ないんですよ。いや、ほんまにね、社会から抹殺した方がええんです。内閣総理大臣が靖国神社に参拝してはいけない理由は、中国や韓国からの反発があるからだとかね。あるいは、何です？歴史観が、15年戦争に対する歴史観が問題だから、左翼の連中がどうたらこうたら言うてるからだとか言うてる、能力低いから人生失敗して田舎で引きこもってる年寄りのおっさんらね。もうそいつら、顔全部大根おろしでおろした後、小豆島におろして、上から赤チンとオキシドル落とした、上からサーリンバーブ落として一瞬で蒸発させた方がええぐらいの社会の毒なんですが、言ってはいけないんですよ。政教分離の原則からあってね。いや、だから小豆島に住んでる普通の人はどっか行ってもうたらええんです。で、高市早苗が行くか行かないかということよりも、俺は我が国の不良債権である
靖国神社に内閣総理大臣が参拝することが当然であると思っているような能力の低い連中こそが我が国の売国度だと思っているので、てかもう我が国の経済発展を阻害する不良債権だと思っているので、この際徹底的に集めて殺すとかいうことせんといかんと思うんですよね。言っちゃいかんのですよ。言ってはいけないんです。絶対言ってはいけないんです。で、その絶対言ってはいけないということをきちんと議論するというのは毎年のお約束としてやり続けなきゃいけないんですが、それを朝日新聞はやってない。一行も書いてない。いや、僕がね、小豆島に集めてね、上からチャーリーボンバー落とせ言うてるのは、こういう低能がいるからです。僕が体調悪くなるのも、8月になるとアホになる大人が多すぎるからです。この人自分でこういうことを書いてて、自分の書いてることがおかしいと思わへんのかな。宗教法人になったのは戦後の話ではないですが、なぜ言ってはいけないのです。宗教法人だからです。戦後に宗教法人になったから言ってはいけないんです。戦後に宗教法人にならなかったら言っていいんです。宗教法人になったから言ってはいけないんです。自分で書いてて何とも思わない。戦前戦中は、あれは国家の慰霊施設やったから何ぼでも言ってもよかったんですよ。それは靖国神社であれ、五反田の幸福の科学であれ、信濃町の創価学会であれ、行政職者が行政職の立場で宗教法人の宗教行為に参加しちゃダメでしょ。GHQ の占領時代に宗教法人法っていうのができて、別にそれは靖国神社をどうこうするための法律じゃなくて、むしろ戦前戦中の宗教弾圧を反省するために、いいですか？戦前戦中の宗教弾圧を反省するためにね、例えば、第二次大本事件の時とかすごかったんですよ、宗教弾圧。第一次大本事件って、大正年間に、1921年に第一次大本事件っていうのがあって、この時は、出口鬼三郎とか出口直が書いてることが不敬であるとかって言うてね、書いてる本を発禁するとかね、そういう弾圧事件があったんです。第二次大本事件は、徹底しててですね、綾部の大本の施設を国が強制差し押さえして完全破壊してるんですよ。ダイナマイトで。で、あの時あんまり知られてへんねんけど、ダイナマイトでボーンってやるって言った時に、あれ観客呼んで金取ってね、木戸線取ってんねんで。マジで木戸線取ってんねんで。で、そこまでやったらまだええわ。タリバン異常やで。戦前の宗教弾圧って。で、山の中にあった出口直の墓を掘り起こして、綾部の人が一番通る道のところに出口直の死体埋めてんねん。上不明言うて。それが昭和の日本の官憲です。もう狂ってたの。で、それぐらい弾圧してたのね。で、それぐらいの弾圧があったから宗教法人法っていうのが戦後できて、いや、皆さん勝手に宗教を信じてくださいと。弾圧しませんよと。で、政治は宗教に近づきませんよという憲法上のお約束と宗教法人法という法律ができたわけですね。で、戦前の国家神道っていうのは、よく国家神道と言いますが、国家神道の時の神道というのは宗教法人ではありません。戦前は教化団体とかっていう呼び方をしたんですが、戦前にも宗教法人という概念がありました。でも、戦争の前の神道というのは、宗教法人の、いわゆる教化団体という、昔で言うと免許ですな。免許を持って活動している宗教団体として活動している神社はなかったんです。で、当然ね、日本は、ご存知のように、松岡洋介が、我が代表、堂々退場数で、満州事変の後、国際連盟から脱退するまで、今でいう国連の常任理事国ですから、世界の先進国でしたから、先進国ちゃうやないかい、日本はと。で、先進国やったら、お前、当然の政教分離の原則があるけど、あいつらなんか知らんけど、神社参拝したりして、お前、政治家とかやっとるけども、あんなもんお前、野蛮国やないかって批判された時に、なんて答えてたかっていうと、伊勢神宮も靖国神社も、これは宗教施設ではありませんと。国民の礼儀作法、礼法を学ぶ施設です。というロジック。やった。俺ね、
これね、みんなはぁって言うけど、俺、今よりマシやと思うで。そっちのはマシやと思うで。今みたいにアホみたいになんか知らんけど、野党の党首まで伊勢神宮平気で行くことすること考えたら。でね、ここでこの霊法を学ぶ場所という言葉がね、後でこういう気違いが生まれてきたを悔やむほど徹底論破の根拠になるので、これ覚えておいてください。そっちのがまだましですよ。まだまし。で、宗教じゃないんですと、神道は。だから靖国神社も宗教施設じゃないんですよ。という建前で諸外国からの批判を抑えてたんですね。だから神道非宗教論って言うんですけど。でね、この気違いはこんなこと言うてんねんけど、この気違いはこんなこと言うとんやけど、すっごい気違いですよ、この人。私はその考えに近いです。伊勢の神宮も宗教法人という意識がないです。お前の意識に1ミリの価値もないです。菅野保の血毛に絡まったトイレットペーパーのカスの方がまだ価値があります。お前の感覚や意識に何の価値もないです。まだ菅野保の血毛に絡まったトイレットペーパーの方が匂いを発するという効能がある分だけ存在価値があります。で、なんで公職者がね、行政の職員が、行政職者が靖国神社に行ってはいけないかというのは宗教法人だからです。以上です。以上でも以下でもないです。行ってはいけないんです。でね、これね、実際ね、戦後の右翼はアホではなかったんで、そうしようとしてたんですよ。戦前みたいな扱いにせなあかんけども、今更神道そのものを宗教ではないですなんてことは言えないし、また大きな神社さんとかね、宗教法人だから、それこそ経営が成り立ってるところっていっぱいあるから、宗教法人じゃなくすってことは無理だけれども、靖国神社だけは国家の慰霊施設なんだから、靖国神社を国で保有しようという法律を戦後の右翼は作ろうとしたのよ。で、そうすると天皇陛下も行けるし、内閣総理大臣も行けるし、みんな行けるから、国家の慰霊施設にしようやってしたんですよ。で、それを靖国国家護持法案って言うんですけど、成立の寸前に誰が反対したと思う？当の靖国神社が僕たちは宗教なんでやめてくださいって反対した。で、靖国神社は単立の宗教法人として、かつ神社本庁にも加盟せず、単立の宗教法人としてあります。だから、法的資格からすると、靖国神社は法的資格で言うと、幸福の科学とか、法の花散歩業とか、ライフスペースと一緒です。オウム真理教、山奈良の集団と同じです。独立独歩、一本独歩の宗教法人です。で、しかもですよ、残念なことにですね、各地の護国神社というのは、まあ入ってはらへんとこもありますけど、神社本庁に加盟してるところもあるんですよ。各都道府県に護国神社っていうのありますわな。あれは神社本庁にこう入ってはるとこもあったりするんですけど、神社本庁に入ってはる護国神社もあれば入ってない護国神社もあるってことはどういうことかっていうと、靖国神社と護国神社というネットワークも法人形態上ないんです。ということは、千代田区九段にある千代田区九段にある靖国神社は単立の宗教法人です。要は、上部組織もなければ下部組織もないということです。ということはどういうことがわかります？例えばね、全国各地に支部がある宗教団体というのは、都道府県横断型ですから、宗教法人の認可というのを文化庁がやるんです。統一教会がそうでしたね。文化庁が、統一教会が犯罪組織だから、宗教法人の認可を外すということをやって、それが裁判になってますけれども。でもね、靖国神社は上部組織もなければ下部組織もないんです。ということは、どういうことかというと、靖国神社を宗教法人の認可をしてるのは、東京都知事なんですよ。東京都知事の認可なんです。単立の宗教法人ですから。なんぼ頑張ってもね、国家の慰霊施設やみたいなストーリーも成立しないんですよ。私が東京メトロポリタンシティのガバナーとして、いわゆる靖国主任ですね。
のレリジャスオーガニゼーションとしての認可の犯行、私が、つってやってるわけですよ。例えばね、いや、で、これはまあ、こんなもん、俺らからしたら常識な話なんですけど、もうこれだけこの反応見てると知らん人がおるわけで、俺毎年結構この話してるんですけど、と思うとね、今日その話をしないってどういうことっていう。去年の年末に公明党が自民党との連立政権を離脱しましたが、それまで公明党は30年間自民党と連立政権を組んでいてて、国土交通大臣を筆頭に大臣を出してたわけですね。でその大臣は、行政職者ですから、大臣としての行政権の執行をするわけです。具体的に言うと省令とかに反抗したりするわけですね。その時に創価学会の人が、南明法蓮月経ポンポン南明法蓮月経ポンポンって大臣の印鑑を押してていいんですかね。この今のこの南明法蓮月経というのは、これ別に創価学会の言行とかそういうことを僕は揶揄してるわけでも何でもなく、秋田実大先生作の僕は幽霊という名作漫才が、大丸ラケットの話にありまして、お化けになって出てくるって時に、おはやさん音楽頼んますせ、怖いやつですせ、お化けが出てくるような音楽って言ったら、突然太鼓叩きはるんですよ。おはやさんが、トン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 、南明法蓮華経、出にくいわっていうネタがあるんです。いや、今誰が一人、その法務大臣なら南明法蓮華経を唱えて死刑の執行の反抗するの。それはね、わからんことはない。例えば、ほんならさ、すいません、ちょっと、職務期間中やけど、信濃町行って言行してきますって、公明党の国土交通大臣がやってええんかいと、やってええわけないですわな。やってええわけないでしょ。で、現に公明党の人はそんなことするわけないです。アホやないねんから。じゃあ、宗教法人靖国神社に内閣総理大臣が参拝することは、公明党の国土交通大臣が職務執行中に南明法蓮華経と叫ぶのと何が違うねん。何が違うねん、法的に。法的には全く同じことですよ。だから、内閣総理大臣は靖国神社に行ってはいけないんです。以上。で、さらに言うとですね、国民的儀礼とか、昔からの伝統ということは、この行政による宗教行為の補助とか参加ということを禁止するという原則の前で、劣後するという判例を築き上げたくらい人がいるんですよ。江戸時代から続いている風習なんです。日本国憲法なんてものができる前からそうしてたもんなんです。なんやったらそこはそういうとこやったんです。それを後で戦後になってから行政がいろんなことを整備したんですっていうこと。だからどういうことかっていうとね、江戸時代から街中にある神社とかありましたろ。で、その神社を中心にその町が発展したとかね、いう町ありましたろ。お寺さんでもそうですけど、門前町とかね、いろんなとこありましたろ。で、そこはまだええんやけども、どの地方にもありますやろ。その逆のパターンもあるんですよ。で、どういうことかというと、もともと江戸時代から丘の上やったりとか山の上やったりとかして、あんまり人が行かへんとこやさかい、そこにお宮さんを建ててあるとかね。これもあるでしょ。まあそれはもう山岳信仰みたいな、そのすっごい高い山もそうやけど、街中にポコンと丘あって、まあそこずっとまあ空き地になってて、その空き地のところに置いてある。で、それ戦後にね、公園にするとこって結構あるんですよ。ちっちゃなお宮さんがあって、で周りに人家がないから。で、日本の場合はまあこの8月の14日に喋ったから戦争っていうのがあったから、もともとそこはもう空き地じゃなかったと。林やったと。で、入り合い地になってて、森みたいになってて、そこにお宮さんがあったんやけど、戦後のその食糧難の時に、畑にせなあかん言うて、そこの木切ってしもて、木いっぱい植わってたんやけど、そこの木全部切ってしもて、その薪にしたりとか、で、空き地を畑にしたりとかして、で、せやけども、落ち着いてきてご飯できたから、もうそこを畑にせんでもようになって、ほったらかしになってるみたいな土地を、昭和30年代、40年代に、市なら市、村なら村がその土地を買うて公園に整備してるってとこが結構あるんですよ。でね、そこをね、市が公園に整備した後、もともとあったお宮さんを、もともとあったお宮さんの門やから、門っていうかまあ、不随一やったから、門もクソもなかったんやけど、
もんやさかい、戦後になって市が公園に整備した後、そこのその信者団体というか、まあお地蔵さんとかそんなレベルですからね、信者団体っていうこともないんですけども、そこをお参りしてる人らの集団に形式上はタダで貸すという形式になるわけですよ。もともとそこにあったもん、戦争の前どころか明治維新の前からあったもんを、戦後になってそこの周りを公園に整備したさかい、市の公園の中に今は法的に言うとそのお宮さんがあるという状態になってて、お宮さんはほんまやったら賃貸料払わなあかんけど、前からあったから賃貸料を免除しますよというようにしてるお宮さんってなんぼでもあるんですよね。それがね、そこで形式上でタダで貸すというのが政教分離の原則を定めた憲法に違反する言うて市役所を訴えた人がいるんですよ。その人勝たはったんです。勝って市役所悪いことしてると、宗教施設にタダで物貸したらあかんやろと、それはもう政教分離違反の原則、政教分離を定めた憲法に違反する言うてね、今つい最近出たつい最近でも 7,8 年前ですけど出た判例でね、画期的な判例やったんです。しっかりせえと、そんなもん江戸時代からあったなんか関係あるかいと、知るかと。でこんな裁判を起こすの左翼やと思うでしょ。違うんですよ。その裁判の弁護団で最も雄弁にものを喋っておられたのはこの人です。これ那覇孔子病訴訟って言うんですけど、那覇市の公園の中に昔から、だから明治維新とか江戸時代っていう言い方はおかしいんですけども、昔からね孔子病があったん。そりゃそうですよな。沖縄琉球は中国とも日本とも付き合ってたんですから、昔のその明の人とかね、清の人とかっていうのは沖縄島にはたくさんいて孔子病があって、その孔子病をお祭りしてはったんです。で戦後そこを那覇市が公園にしたんです。でその孔子病にタダで土地貸してたんです。それはあかん言うて裁判して勝たはったんです。そこまで厳格な基準を引かなければいけないんですよ、政教分離って。そんなもんお前憲法ができる前からそうやったとか、そんな知るかボケと。そんなもん明治維新よりも前からあった。なんやったら琉球の場合は日本領だというふうになる前からあった風習でも戦後にできた憲法に従ってもらわなあきませんっていう判例をこの人が作らはったんです。だからましてやさっきみたいにそんなもん戦前が戦後になってからの話がどうでもええなんて理屈は通用しませんわな。もう判例やねんから。きちっとせな。こんな理屈なんか絶対せえないせえへん。要は中国がムカつくから言うてそういう裁判を起こしてどんどん靖国神社に内閣総理大臣が参拝してはいけないということをこの人が判例で積み上げていかはったということです。だからアホってすごいっしょと思うとさ、今日のこれもいきなり急転直下タイトル回収になりますけどね、ほんまにちょっと靖国神社だけの話ではないんですけど、福永さんがやってはることを見てもわかるようにね、兵庫の人ってかわいそうだなという、この程度の知性レベルの人の言うことに兵庫県民はかき回されてるわけですよ。元肥後の周りアホばっかりなんですよ。アホがツイッターでこんなことを騒ぎ始めて、多分これ金動いてると思うんやけど、アホがデマを流してツイッターがこんなことになりました。斉藤知事疑惑中間報告でほぼ事実無根と認定。これ今朝俺がスクショ撮ったんですよ。これ中間報告って何のことやねん。でその根拠、こうなった根拠っていうのは、斉藤知事疑惑中間報告でほぼ事実無根と似て、兵庫県議会の百条委員会が公表した中間報告では、40万円の革ジャン要求、高級旅館宿泊、カニやカキなどの贈答品受領、パワハラの模擬情報がいずれも関連証言や職員アンケートで確認できなかった。ジャーナリストの有本薫氏や作家の門田、隆、何やったこの人、門田隆翔やったが、すべて嘘だったと指摘しって言うてるんですよ。こういうデマが流れてるんです。これ虚偽の情報が事実として書かれてしまってるんです。嘘がほんまのことと書かれてるんです。これ
これどれぐらいの嘘か言うたら、昨日大雨降ったんは千葉県ではなくて北海道やったっていうぐらいの大嘘です。それぐらいのデマです、これ。で、これ書き方がそうでしょ。これ AI の要約なんですけど、認定って誰が認定したんや。で、かつ、ほんならなんで元彦パワハラで謝罪したんやいう話になるよね。すごいやろ。で、これ信じるわけですよ。こういうことで。おもちゃにされてんねん、兵庫県民。で、どれぐらい情けないことかと、これはもう明確に対人論証なんですが、これ明確に対人論証なんですよ。ただ対人論証やけど、兵庫県民の知性レベルに合わせてこういう喋り方しますね。このデマの紐とは、こいつです。こいつのこのツイートです。この漫画家の、サチミリホっていうやつのツイートが、バズって、こういう結果になりました。これはもう対人論証なんですけど、このサチミリホですが、デマ吐いたことで、俺に裁判で負けてます。俺に裁判で負けてるアホ漫画家です。で、この嘘にね、百条委員会の中間報告なんて2年前の話ですよ。で、中間報告が終わって、百条委員会の答え出たのは、去年の話、1年前の話です。厳密に言うと15ヶ月、15ヶ月か、15ヶ月前の話です。で、その百条委員会と第三者委員会の答えを受けて、斉藤元彦は謝罪してるんですよ。で、本人もパワハラを認めて謝罪してるんですよ。これ、ちょっと偉いことですよね。これ兵庫県民、これで騙されるんですよ。デマに。さて、変更してるのはどっちですかね。いや、変更してるのどっち？いや、もう、兵庫県民、騙されすぎでしょ。こんなん変更報道ちゃうやん。捏造やん。大丈夫これ。大丈夫はないよね。大丈夫じゃないよね。えらいことやろ、これ。いや、ほんで、このデマのコストって、例えば俺、昨日、ツイキャスでしか流してなかったけど、昨日、この2ヶ月間、3ヶ月間ずっと原稿に追われてて、昨日の月刊日本の締め切り対応で、この2ヶ月間、3ヶ月間の原稿ラッシュ終わったんですけど、終わってちょっと机の整理してたんですよ。で、もう、怒涛のような2ヶ月間やったから、冷静に振り返ってなかったけど、俺このデマの対応で、俺個人でですよ。デマの対応で、去年1ヶ月だけで、去年やって先月1ヶ月だけ、7月1ヶ月で、俺160万弁護士に使うてんねん。嘘つきを裁判で叩きのめすために。160万やで。で、それに、斉藤元彦に訴えられて、弁護士立てて対応せなあかん弁護士代に50万やから、厳密に言うたら、弁護士費用だけで先月俺210万かかってんねん。で、この間ツイッターで流した俺に関するデマ、俺に関するデマだけど、兵庫県に関するデマでもあるんだけど、それ、わらさんの分まだ請求書来てへんけど、あれ、俺、このまま行ったら何件やんねやろなっていうぐらいの裁判すんのよ。来月。で、ことは俺、7月、8月で、おそらくこのまま行ったら、その200、元彦の50万抜いたら160万やから、160万と200万ちょっとやから、この2ヶ月だけで350万ぐらいの金使う。兵庫に関する嘘をついてるやつを、俺が訴えてるから、俺のことも含めて嘘ついてるやつを裁判に引きずり止めだけに。で、菅野は兵庫で儲けてる言うてるやろ。儲かるかお前、これ。儲かるこれ。これ、裁判費用だけで、弁護士費用だけで、160万と200万、360万、約400万2ヶ月でかかってんの。で、これに俺兵庫に行く取材費とか入ってへんねんで。足代にもならんどころか、お前真っ赤っかよ。で、溜まってきた裁判やから、これ、あれよ。言うとくけど、俺個人でやってる分やからね。俺個人でやってる分の金が7月、8月で、この2年間で溜まってきたやつを今ダーってやってんねんけど、それもあるけど、200万かかってる。請求書見る？弁護士からの。まずこれ、一件の情報、これ弁護士の名前を伏せるためにこれ見る？まずこれ54万ね。こんなん5つも6つもあんねんで。まだ見る？
例えばこれ、俺が訴えられたやつやけど、これ、音汚いやつ俺買ったけどね。音汚いやつとかね。これの分の弁護士費用とかも含めたら、まあ、これ兵庫のことを含めたら、兵庫だけで7月160万でしょ。払った分ですよ、これ。で、買ったら元取れないですよ。買っても。むちゃくちゃやろ。こいつら嘘は0円でくっつけるんですよ。で、その嘘を一個ずつ法的に対応していこう思ったら、俺自分でもなんでこんなことしてんのかなと思うけど、そんなことやり続けてんねん。だってさ、ファシストと戦うってそれしかできひんやん、個人でやろうと思ったら。嘘ついて嘘の情報を有権者に信じ込ませて、現職の権力者を延命しようとする動きですよ。この全く意味のファシズムじゃない。で、それと戦おうと思ったら、一個一個裁判やっていくしかないやん。笑わなしゃないねんて。カンパしてくれる人は動画の概要欄の下の方にカンパの振込先書いてあるんで。神戸経済ニュース福丸の雇い主が書いてました。兵庫県20年の、不適切な338億円の記載めぐり監査を実施、住民監査請求でということで、はい、予測通り住民監査請求が出てきて、俺の言うてた通り、この住民監査請求を根拠に、不正会計とやらを調査するというストーリーでやるそうです。法的根拠がないことをやろうとしてるから、元彦は、法的根拠が喉から手出るほど欲しいんですよ。多分ね、自作自演でね、自分の支持者のケツ書いてね、誰かに電話して、朝比奈の周りのやつか誰か分からへんけど、誰かに貸してね、井戸さんのやった会計処理が県民に損害を与えたからっていう理由の住民監査請求出させると思う。で、この住民監査請求があるからこれに基づいてやりますって言うと思う。絶対やる。絶対元彦はそれをやってくる。もう予想通り。元彦は田舎の弱者でしかないから、やるとなったらこのやり方をやってくる。なぜならば第三者委員会立てられへんからね。普通これ第三者委員会でやるんですよ。なんで第三者委員会できひんかわかる？自分が第三者委員会否定してるからです。自分が第三者委員会の答えを無視してしもてるから、普通の都道府県であれば第三者委員会であるこういう検証を行政行為としてやらんといかんわけですよ。ただ行政行為としてやろうと思うと法的根拠がないから、行政行為として法的根拠をもらうためには住民監査請求してもらうしかないから、仕込みの住民監査請求をしてくるはずやったら、俺の言うてた通りになった。普通やったらこんなもん第三者委員会立てたらええんです。だけどそれできひん。自分が第三者委員会の答え無視してるから。あともう一つ兵庫県民かわいそうやなと思うのはこれですな。いやもうね、ちょっとバカにされすぎでしょ。昔の報道をとってね、ここにおにぎりの具って書いてるのは確かにそうやねんけど、これの報道内容ってこういうことなんですよ。どういうことかと言いますと、実は、知事の指示で職員は頻繁におにぎりを買いに行くんですが、具材が指定されているそうで、昆布、梅、おかかというふうに決まっていると。で、例えば買いに行きました。昆布と梅しかありませんでした。おかかの在庫がありません。今回昆布と梅だけではっていうふうに言っても、県知事はおそらく納得しないということで、近隣のコンビニでこの3つが揃うまで探していたと、こういった証言もあるわけですね。小室さん、こういう先輩とか上司とかどうですか？で、これをね、どう解釈してるか言うたらね、おにぎりの具で批判されたと思うとんねん。おにぎりの具で批判されてると思ってんねん、こいつら。で、変更報道や言うてんねん。ちゃうねん。おにぎりなんか買いに行かすな言われてんねん。この具が和風ツナマヨなのはおかしいなんて言われてへんねん。自分で買ってこいいう話をされてんねん。パワハラの事例としておにぎりの話をしてて、そこの上におにぎりの具って字が書いてあるだけなんですよ。で、これほんまに思うとんねん。おにぎりの具で批判されるなんて言うとんねん。で、その具がないことで怒るな言うてんねん。いや、もうすごいでしょ。おかか食うてもええやんけとか、そんな話してると思うとんやねん、こいつら。怖いっしょ、もう。いや、だからね、ちょっと、兵庫県民かわいそうすぎるんですよ。こんなんと付き合っていかなあかんわけでしょ。いや、そら、俺が裁判にあれだけ金かかんのもわかるでしょ。こういう話をするから、もうだからツイキャスの客は嫌なんだよ、俺は。
おにぎりの具の話をしてるから言うてですよ。具の骨頂って誰がうまいこと言うんだよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。